アーセナル仕様は利点だけではありません。今回はアーセナル仕様における欠点について考察していきます。アーセナル仕様で生まれる欠点は5種類に分類できると考えます。カードプレイ限定化、テンポロス、ダブルテンポロス、アーセナル事故、そしてアーセナル渋滞です。アーセナル利点と同様で、どれか一つのデメリットしか影響を受けない場合もあれば、複数のデメリットの影響を受ける場合もあります。それぞれのデメリットとその解消法について見ていきます。ファブ特有のゲーム構造の一つが1枚3役ですが、アーセナルに設置されたカードはプレイのみが可能となり、ブロックとピッチという2役が選択から消されます。一般的にブルーカードはピッチ用、ブロック用、多くの場合はその両方として使用するためにデッキに含まれています。よってこれらのカードをプレイ使用する場合、そのカードの表現価値を下げることになります。例としては、ケイノーのヒーロー能力は3点リソースを必要とし、戦略の中心となるため、デッキの大半はブルーカードとなっています。しかしブルーカードをプレイ使用した時の効果は、コンボターン以外は基本的に大きくレート未満の使用となります。よって、これらのカードをアーセナルに設置するということは、本来の用途から外れるプレイ用途をして限定することになり、カード自体の表現価値、そしてターン表現価値を下げたことになります。プレイ限定化によりアーセナルに設置したカードの表現価値が下がったとしたら、これはプレイヤーが間違ったカードをアーセナルに設置してしまったということです。解消方法は、アーセナルに設置するカードは基本的に最初からプレイ仕様を目的としてデッキに含まれているカードを意識することをお勧めします。自分のターン終了時に手札からアーセナルに1枚カードを設置する場合、基本的にはそのターン手札から1枚カードを使用しなかったことになるので、その分テンポを失うことになります。多くの場合は、これはアーセナル仕様における必要コストとして考えることができます。基本的にテンポロスは必然なのですが、軽減・解消する方法もあります。解消法の第一は、正しくアーセナルを使用することです。正しいカードをアーセナルに設置して使用できた場合、設置時にテンポを失っても、以降のターンで失った以上のテンポを得ることができるはずです。リソースが足りなかった、アクションポイントが足りなかったなどの理由で、どのみちそのターン使えなかったカードは、アーセナルに設置してもテンポを失ったことにはなりません。ただし、この状況が頻繁に起こる場合は、4枚手札をうまく処理できていないデッキ構築の方に問題がある可能性もあります。本当の意味でテンポロス解消法があるとすれば、ターン終了間際のドローカードです。多くのデッキに含まれるスナッチやドローモードで使用するエンライトンドストライクのドロー効果が典型的な例です。これらのカード効果で、カードが引けてもアクションポイントがないので、そのターンは使用できず、一見するとターン終了時にどのみち手札に引くはずだったカードを1枚ほんの一瞬早く引いただけに思われます。しかし、この一瞬早く引いたカードにはアーセナルに設置するかしないかの選択肢が生まれています。この状況で引いたカードをアーセナルに設置した場合は、そのターン手札をすべて使い切って、さらにアーセナルにカードを加えることができたということになります。この時、テンポロスは一切ありません。アーセナルカード設置時のテンポロスは必要コストなのですが、間違ったカードをアーセナルに入れることで、アーセナルカード使用時にもう一度テンポを失う状況に陥ることもあります。例としては、プレイ限定の時に触れたピッチ、ブロック用のカードをアーセナルに設置してしまった場合などです。すでにアクションポイントを消費するカードを使用した状況で、残ったブルーカードでケイノーの能力を発動して山札の一番上を見たところ、コンボに必要なイーサーワイルドファイヤーでした。このカードは単体で自分のターンに使いたくはないので、追放せずにこのターンの終了時に引いて、次の自分のターン終了時にアーセナルに設置することを決断しました。この時点で手札にブルーカードのザップが1枚残りました。アクションポイントがないので使用できません。アーセナルは空いています。そこで残りのコンボカードを手札に揃えようと思い、
なるべく多くターン終了時にカードを引きたいという理由から、ザップをアーセナルに設置しました。そして迎えた次の自分のターン、手札にあるイーサーワイルドファイヤーをアーセナルに設置するためには、このターンまず、すでにアーセナルに設置してあるザップをアーセナルからプレイしなくてはいけません。このカードは他のウィザードアクションカードと同様で、アクションポイントを消費します。よって他のエナジーポーションやスウェリングタイドなど自分のターンに手札から本当に使用したいカードがザップを使用した場合使えなくなります。よってこのカードをアーセナルから使用するためにテンポをもう一度失うことになりました。ダブルテンポロスは可能なら常にアーセナルを埋めておいた方が良い。手札にカードが1枚余分に引けるからなどの理由から実際のアーセナルカード使用時の表現価値を考えずにプレイヤーがアーセナルにカードを設置してしまうことから起きるミスプレイです。よって解決法は単純に使用時の表現価値を考えてアーセナル設置で表現価値を下げないかを考えましょう。造語ですが、マジックの土地事項をもとにアーセナル事項と個人的に呼ぶ状況をアーセナル仕様の欠点の一つとして挙げます。定義は連続して複数のターンアーセナルからカードがプレイできなくなった状態とします。ただし、これは相手のプレイヤーがコールドスナップなどのカード効果で一時的にアーセナルを凍結した状況とは違い、プレイヤー自身のアーセナルに設置したカードの選択によって使用条件などが満たされなくなり、起こる状況を指します。具体的な例としては、2022年世界大会準々決勝でマイケル・ハミルトンのアイスランダーによるミラーマッチの一戦です。相手の攻撃ターンである第3ターン、ハミルトンはブレインフリーズをアイス融合して使用。相手はシンクビローを公開。そのまま相手はシンクビローをアーセナルに設置してターンを終了しました。この後会場を驚かせたのが、ハミルトンは相手がシンクビローをアーセナルに設置したという知識をもとに、以降は相手に物理攻撃を一切仕掛けないという判断を下したところです。シンクビローはディフェンスリアクションなので、相手の物理攻撃がないと使用できないというルールを利用したものです。これにより相手はこの試合アーセナルを完全に失いました。この状況は非常に特殊で、アーセナルに設置したカードが知られていた。対戦相手には物理攻撃以外でも勝利できる選択肢があった。自分のデッキにとってアーセナル仕様は戦略的に重要だった。そして対戦相手がマイケル・ハミルトンだったという複数の要素が重なった結果と思われます。最後の欠点はアーセナル渋滞という状況です。これも造語ですが、すでに設置してあるカードが原因で、他のカードがアーセナルに設置できない、しにくくなり、結果的にゲーム全体を通して見た時の総合表現価値が下がってしまう状況と定義します。経済学上の概念に機械費用というものがあり、アーセナル渋滞の説明に便利なので、ファブ用に定義します。ファブにおいての機械費用とは、プレイヤーの選択によって失われた表現価値となります。つまり、アーセナル渋滞とは、アーセナル向きのカードが手札に来て、そのカードが持つ機械費用がすでにアーセナルに設置してあるカードの表現価値より大きい状況と定義できます。もう一つ、これもまた造語ですが、アーセナル仕様における重要な変数、アーセナル期間についてここで定義します。概念はとてもシンプルで、設置されたカードがアーセナルゾーンから別のゾーンに移動するまでのターン数を表します。アーセナル期間が長ければ、必然的に機械費用がより高くなる確率が上がります。逆にアーセナル期間が短ければ、アーセナル渋滞が起こりにくくなります。この点に関しては、教訓編でより詳しく触れますが、運の要素も加わってくるため、完全には解消できない問題です。しかし、これこそプレイヤーのスキルの差が出ます。より経験豊富なプレイヤーは、アーセナル期間やデッキ内に残っているカードから生まれるであろう機械費用を高い精度で予測して、アーセナル渋滞を最小限に抑えています。アーセナル仕様の欠点はその多くがプレイヤーによるミスプレイです。ファブを始めたてのプレイヤーは、これらのミスプレイをなくすことだけでも、ゲームが次のレベルにアップできると思います。ご視聴ありがとうございました。